よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。このコーナーは、はい、僕らが普段ね、はい、YouTube でやってるコーナーがあるんですけども、キネマコーチの公開収録ということになります。どういう経緯でこうなったんですかね。なんか緩いのをね、昼間に入れたいなと思って、最も緩いコンテンツ。そうですそうです。はい。皆さんにちょうど今こうね、これから夕方になるじゃないですか。はいはいはい。ちょうどお酒も進んでね、ご飯も食べながらみたいな、そんな時間にね。今日ここ僕ら公開収録ですけど、YouTube だけ見た方はなんでここで公開収録みたいになってんだろうって思う方もいるかもしれない。そっかそっか、そうですね。新作「ロミオ・ザ・デッドマン」の今日は発売記念イベント「ロミオ・ザ・パルコマン」おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです。そこで皆さん今日はねファンの皆さん、観客の皆さん見てもらう前で収録をするという、そうですね。ちょっといつもと違う当て付けになってます。いつもはねグラスホッパーマニュファクチャーオフィスでそうです、ダラダラと喋ってるんですけど、今日はそのダラダラしたのをただみんなに見てもらう。そうです、そういう時間でございます。はい。ワールドプロモーションツアー行ってたんですか？ロンドン行ってサンフランシスコ行って、ロンドンサンフランシスコっていうだけでかっこいいですよ。かっこいいですよね。いいですよね。羨ましいですよ。いや地味なんですよこれ。ほとんどね会議室にこもってずっと喋ってるだけですから。窓のない部屋で。窓ない部屋で窓なかったです。なかったですか？地下でした。2日間地下でした。軟禁状態で。軟禁状態で大体1日6メディア7メディア1時間喋って1時間喋ってみたいな。途中でランチ食べて本当そんな毎日ですよ。ただ1日だけオフがあったんですよ。ロンドン土曜日だけオフあって日曜日が移動日だったんですけど、土曜日は久々プレミアリーグを見に行きました。知り合いのライターさんがチケット取ってくれて家からもらったらしいんですけど、チェルシー対ウエストハムと。すごいじゃないですか。そう結構いい席で前から20万目ぐらいだったんですよ。結構すぐそこにいるんですよ。いると思って、選手よくわかんないですけどいるみたいな、なんかいるみたいな、なんかいるな、負けれれじゃないな、わかんない誰だろうみたいな、そんなんでね、そんなこんなでということでございました。はい。じゃあ映画の説明しておきましょうか。ちょっと映画の説明ね、スマホで。使い捨て闇バイト VS 最強ヒグマ。ミスミソや許された子供たちなどで10代の子供たちの生きづらさや現実を鋭く描いてきた内藤英介監督が闇バイトの若者たちと凶暴なヒグマと対峙するという独創的なシチュエーションで描いたモンスターパニックアドベンチャー。18歳の幼いは大学合格の通知を受け取ったその日に特殊詐欺の被害で多額の借金を負った父親が自殺し、進学を断念せざるを得なくなる。金策に走る中で幼いのは父を追い詰めて闇バイトの世界へと足を踏み入れてしまう。ある日高額報酬を謳う拉致工作に参加した幼いだったが、いつの間にかその仕事内容には拉致した女性の殺害と死体遺棄までが加わっていた。森の中へ女性を運び、いよいよ手を下そうとしたその瞬間、前代未聞の事態が発生するというね、映画になりますけども、これ公開までに紆余曲折あったんですよ。なんかね、ちょっとホームページを見ていたら公開が延期になって。そう本当に熊問題が去年すごかったじゃないですか。いや正直言っていいですか、よく公開したなと思いましたけどね。そうですね、なかなかな挑戦作ですよ。いや挑戦作ですよ。時代とドンピシャに合ってしまったっていうね。そうなんでこの映画を紹介してるかというと、ちょうど後ろにスクリーンいろいろ出てますけど、なんとうちのなんか見たことあるもんありますね。そう、福君の役がグラスホッパーのファンらしいんですよ。設定がそうだからもうほらグッズ見てください。ノーモア、ここにほらグラスホッパーのロゴ。本当だ。他にもねあちこちに右上のほらなんか変な円のやつあるじゃないですか。宇宙のメッセージを。そうあれうちのゲーム関係ないんですけどうちの誰かのスタッフのせいから勝手に持ってった小道具で使われてますけど。結構このじゃあ目立たないようなところにもありますグラスホッパーの小道具が。そうですね。そうシルビアのフィギュアがあったりとか。美術協力をしてるんですね。ゲームがとにかくね大好きな主人公なんですよ。よく見るとだってね64のカセットとかありますよね、それね。本当だ。
でね、実際ゲームを作ってるっていう、はいはいはいインディーゲームを作ってるっていう役ですよね。なんですよね。インディーゲームがね、そう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 なんかなかなかな今時珍しいビジュアルな、ねそうです 3D アクションゲームみたいなのがね、あのゲームもうちのスタッフがちょっとお手伝いをしてる。そうなんですね。そうなんです。それはすごい。そうなんです。どうでした？コメディホラーって言っちゃっていいんですかね。いやコメディでしたね。いや福君とスプラッターっていうね、はい、このなんか組み合わせがそうなかなか斬新というか、あと闇バイトっていうね、絶対福君がやっちゃいけないことを全てやるじゃないですか、はいはい、闇バイトに落ちてしまう人が割とね本来は普通の人だったのにみたいなところまでは、なんか福君がやってたらリアルな感じもしました、あって、はい、そっからねこのさっきの説明じゃないですか、森の中に移ったあたりから、だんだん福君らしからぬ感じになってくるっていうのがとっても面白かったなという。ただ意外と福君を崩さなかったですよね。はいはい、そうですね。もっと福君じゃなくなるのかなと思ったら、福君シリアスな時とゲームやってる時の顔あんま変わらなかったですよね。変わらなかったですね。はい。ゲームを真剣にやってたってことかもしれないですけど。そう福君だからこそみたいな。ずっとね。この感じです。森の中のね。はい。やっぱこの映画福君なんですよね。多分ねこの映画福君ですね。福君ですね。そうですね。まあ後の俳優さん、宇梶さんがね。宇梶さん出てるんですけど、宇梶さんはもちろんもう役者としてベテランの役者さんだからあれですけど、その他の方はそんなになんというか、お名前がバーンと知れてるという方がいないっていうのもあるから、余計福君に目がいってしまうというか。ヒロインのはいはいはい、お名前ちゃんとそこに名前ちゃんとここにはないので、後でテロップが出ると思いますけどね。出ますからよく CM とかでも、あとなんだっけ、朝ドラね、朝ドラ、そうなんですね。そうだ、これからっていう方がやっぱ集まってる、集まってます。やっぱりヒグマの迫力が半端なかったですよね。いやもうね、いやすごいっすよ。すごいっすね。これはもう本当見たらびっくりするぐらいの迫力。これだからノー CG でしょ。そう、ノー CG なんですよ。今はねもうクマなんつったらほらゴールデンカムイもそうですけど、すっげえ CG すごい CG でねじゃないですか。ノー CG で特殊メイクでやってますから。しかもこの映画の特殊メイクの方が百武さんという方で、実は今回の「ルメザ・デッドマン」に参加してるんですよ。クマの造形をやられた方ですね。ゲームオーバー画面を制作された方が今回のクマを作っている。そうです百武さん同じ方なので、めちゃめちゃ親和性が高いんですよ。襲われた人の末路もね、なかなかな演出というか、ちょっと多分そうだと思うんですけど、いわゆるスプラッター全盛期みたいな時代あるじゃないですか。ありましたありました。後半90年代のあの辺りのスプラッター感をちょっとオマージュしてるんじゃないかなっていう。ちょうど80年代ぐらいでしょうね。そうですよね。そうテイストがめちゃめちゃいい感じで、レンタルビデオ屋でめちゃくちゃスプラッター映画が流行ってた時期、あの時代の感じをちょっと思い出しました。そうちょっとネタバレになっちゃいますね。ちょっとネタバレになっちゃいます。怪我程度ですから。怪我程度ですかね。全然なんか起きました福君。強いですねやっぱ顔がね。強いやっぱり。顔の力が強いというか。この服をもらうシーンあった。ありましたありました。あそこもなんか不思議なあれですよね。小学生はスポットで入ってくる小学生。あそこだからちょっとゲームの世界なんですよね多分ね。RPG のね。そうをゲットするっていうアイテムゲットのみたいな。そうか。そう考えると全体的にアクション RPG みたいな感じの要素はちょっとあるんじゃないですか。踏襲してるところはあります。だんだん仲間増えていったりとか、パーティーがね作ったりとか、その闇バイトの落ち方みたいのもね、なんかスピーディーではありましたけど、こうやって先に進んでいくんだなって。で僕らでも大体その闇バイト系の落ち方って相棒で見てるじゃないですか。そうですね。1シーズンに2回ぐらい闇バイトの話はあるんで、闇バイト出てきますね。それはもうね体制はできてるんで、今更闇バイトって言われても相棒のねウォッチャーの僕らにはそこはね割愛してもいいかなみたいな。だから
むしろね相棒の方が絶望的なことが多いですからね、多いです。闇バイトに関しては。そうそんな都合よくいかないことがね、そうですね、ありますからね。右京さんに怒られて終わってね相棒の話して何年ですかね、僕らは本当ね20年ぐらい相棒の話そうずーっとしてますよ、それだけ相棒が続いてるってことですからね。僕はもう全部見てますよ。さすがです。ただ寝落ち会は10回くらいあるかもしれませんね最初にとぼけっぽいところから右京さんが入るやつって大体こうちょっと眠くなるパターン、ちょっとね危ないパターンです。危ないパターンありますよね。あと監督がこう優待する直前の回がちょっと演出がね散漫になったりみたいななるじゃないですか。でちょっと戻さないといけませんよすいません、相棒の話になっちゃうんでね。相棒じゃない相棒じゃないヒグマね、ヒグマの方ですね。僕内藤監督の作品はこの間ドラマを見たんですよ。おー、降り積もれ孤独な死をっていうねドラマがあって、これめちゃめちゃ面白かったんですよ。日テレかなんかでドラマをね内藤監督がやってらっしゃったんですよ。これが結構面白くて、ちょっとテレビの演出を超えてるような映像もめちゃめちゃ綺麗で。ちなみにどんな作品なんですか？子供たちが昔どっかにこう監禁されてて、でその子たちが大人になって出会って過去の事件がみたいな、そういうお話で役者さんたちも魅力的ですごく面白いドラマだったんですけど、結構もうシリアスな話なんですよ。で今回めちゃめちゃ僕シリアスだと思って最初見てたんで、途中でこれはコメディなんだなっていう思いがあって。これビジュアルってシリアス感なくないですか？いやいや福君が大変なことになってるじゃないですか。いや福君絶対絶命だと思ってるから。絶対絶命シリアスじゃないと思うんですよちょっと出落ちみたいな空気感あるじゃないですか。いや僕ね違う展開を想像したんですよ。福君とヒグマの関係性が違うような方向だと思ったんですよ。最後福君がヒグマの上に乗って一緒にこうやってもう飼いならすみたいなそっちの映画。それ全然シリアスじゃない。それ今適当に思いつきましたでしょうね。いつものことですから気にもしてないですけども、全体的にちょっと笑える要素が散りばめられてるのがもう面白いっていうかいいところというか。これがねこれがあれですよ、ノー CG のに出てきた。いや怖いですよね。怖かったですね。ドリフトのシーンとかも良かったですからね。ドリフトのシーンねクマがドリフトするわけじゃないですけどねドリフトのシーン良かったですね真犯人はどうでした？総評というか。総評ですか？意外な展開が3つ4つぐらいあってそう来るんだっていうのはポイントであったんで、意外とバッと一気に見られたというか、気がついたら最後まで行ってたみたいなのがありましたよね。そう展開良かったですね。めちゃめちゃテンポもいい映画だし。なんかそのテーマはシリアスですけど、意外とこう救済要素っていうか救われる要素がありましたね。ポイントに入ってくるんで、ちょっと安心して見てられるっていうのも。そういうムードがねちょっとありましたもんね。このまま全部救われなかったらどうしようみたいなちょっとそういう暗さもね含む部分もあったんで、そういう意味ではいいこう展開が続いて、そういう意味ではさっきのその菅さんが言ってたその RPG というか、そういう感じの雰囲気を持ってる映画なんだなっていうのをちょっと今話しながら思いましたよね。一つね大前提として、福君だからこそ安心して見られる映画。そうずっと劇中漂う安心感というか。そうですね。確かに。で最後まで行っても福君は大丈夫なんじゃないかなみたいなその前提があるのがね、どんな場面でも福君がちゃんと福君だから謎の安心感ありますよね。あります確かに言われてみれば。だからすごい役者さんですよね。そうですよね。イメージを貫いてるという意味ではなんかほらね、そのイメージが嫌だからって変えようとする人もいるじゃないですか。あります。そういう意味ではイメージを変えないっていうしっかりね、CM もあるでしょうし契約もね、そんなこと言っちゃいけないそういうことじゃないと思いますけどもね。ということでじゃあそろそろ本題の「鬼滅の刃」ここ行きましょうか。前回の時に「次は鬼滅の刃です」ってそうです言って
そうヒグマを紹介してヒグマになりました。本当は無限限城赤座降臨編、そう赤座のやつやる予定だったんですけど、ちょっとまた次回持ち越しで。次回持ち越しやるんですね。いやどうしましょうか。そろそろねテレビ放送しちゃうと思うんですよ。そうですね。それかちょうど今ハサウェイ公開してますから。はいはいはい。ガンダムもねまたこれ取り上げなきゃいけない。そうなんです。これはなんかエンディングの曲がガンズらしいじゃないですか。ガンズらしいというね。ねえ。それもすごい不思議。でもなんかその見た人によると腑に落ちたみたいな。それもなんていう話も聞いてますけどね。ハサウェイが？ハサウェイがだからこうバンダナ太いバンダナ巻いてアクセルローズみたいな。アクセルローズみたいになってるんじゃないですか。そういうことですか？ハッとかぶってギター渋く弾いてるかもしれないですけど。知ってることしか喋れない。ガンズの方が分かる。そうガンズの方でね。ハサウェイね原作は分かりますけどね。そうだから恒例だから次決めなきゃいけないですよ次。そうそう僕らのね。配信ではそうそうアベンジャーズが来るかな。なんかね面倒くさそうだ。どんなこと一回も言ってないですよ。そのためにほら見なきゃいけないものがいっぱいあったりするので大変じゃないですか。そう大変ですよあっちはね。前回ねいろいろ見て少しずつ僕も勉強してますけども。なんかやりましたっけマーベル。なんかやりましたよね。やりましたよね。何やったか覚えてないや。これだけ不定期でやってるの珍しいですよね。ですね。そうなんですよ。でも最初のなんだっけテアトル51？テアトル5そうファミツウェーブでしたっけ最初。ウェーブから始まったんだ。それこそ内澤さんがそうだねなんて言したっけまとめていただいてた。そうだねそれがだってもう下手したら10年いやもっと前ですよ。もっと前ですか。多分ね。だからこの連載長いんですよ実は。長いですよ。そこからフォーゲーマーさんに移って。そうですね。今もねフォーゲーマーで一応連載スタートしてますけども。もしね今日まだ見たことないっていう方がいたらねぜひ。そうエンディングですね。本当ですか。だらだらとね喋ってしまいました。そうですよ。最後の告知とかありましたっけ。発売中になってんじゃないですかゲームは。ゲーム発売中ですね。じゃあもうそれがいいんじゃないですか。そうですね。ってことでもうすでにロミアザ・デッドマン発売してますけれども皆さんどうでしたでしょうか。エンディングについてのね感想があればぜひここまで X ですね X の方に投稿してください。賛否両論受け付けません。というわけで皆さん公開収録私には理解できません。ちょっとシーリーにすみません賛否受け付けませんって言ったのが理解できなかった。そうディスられました。日本語難しいです。そうです日本語難しいですね。今回ねポーズ変えてきたんですよ。本当ですか。考えてきたんですか。一応こうなんかロックポーズらしいんで。こういう感じ。そうこういう感じ。たまに間違えて僕これやっちゃっててこれねじゃあこれだしアロハなってて何枚かねアロハ写真になってるんですよ。また間違えたと思ってロックでロックで次回記念51でお会いしましょう。さよなら。はい、ありがとうございました。このちょっとした静けさがドキドキします。ドキドキしますね。ドキドキしました。